こんにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やるのは手形の作り方。手形の作り方は前回やったグループ分けを基本にして作っていきます。手形は動詞によって少しずつ変わります。例えば、普通に手、それからちっちゃい「つ」が入る手、それから「ん」が入る「ん」で「い」で「い」でして手、ただの普通の手、ちっちゃい「つ」が入るつて、つて、んが入るんで、いが入るいて、手がでになるいで、その他にして、これ全部手形になります。この手形を作るために動詞とどう対応させていくかというと、まずは3グループ。3グループ覚えてますか？ 3 グループは来るとする、来るとする、2つだけです。3グループの来るとするは、ここが来て、するはしてになります。3グループはこれしかないので、来てとしてだけなので、このまま覚えちゃってください。来るは来て、するはして、もうこれで暗記しちゃってください。覚えちゃってください。これが3グループ。丸3。これは2グループ。次2グループ。2グループにどんな言葉がありますか？語幹の最後がいで終わるものとえで終わるもの。それか辞書形のるの前が伸ばすといで終わるもの、えで終わるもの。例えば辞書形だと食べます。違った。食べる。食べるとか、借りる、見る、調べる。これは前回の動画で2グループを作るときに使った動詞になります。2グループの動詞は最後のるを取って、これを取って手をつけるだけ。プラス手。そう手をつけると、食べて、借りて、見て、調べてになります。マス形から手形を作りたい場合は、食べます、借ります、見ます、調べます。このマスを取って借り、マスを取って手をつけるだけです。2グループはるを取って手をつけるか、マス形ならマスを取って手をつけるかになります。では1グループ。1グループ。1グループの手形は、つて、んで、いて、いで、してを使います。
まずつてから買う、立つ、やる、行く。1グループは辞書形だとう、つ、るが最後に来たものはこの3つを取ってプラスちっちゃなつと手がつきます。例えば買って立ってやってになります。この行くは例外になります。例外。これも句を取ってつてをつけるだけ。これは行ってうつるで終わるものはこのちっちゃいつと手、つてを使って手形を作ります。ではマス形の場合はどうなってるかというと、こう買います、立ちます、やります、行きます。まずマスは消します。その上でマスの前いちに見えないこれり、マスの前が一りになるものがつてで表現します。でここもやっぱり例外。辞書形の場合はうつるがつて、マス形の場合は一りがつてになります。じゃあここのでこれどういう時間になるのかというと、辞書形だと例えば死ぬ、飛ぶ、読む、このぬ、ぶ、むを取ってプラスでをつけます。と死んで、飛んで、読んでとなります。マス形の場合は死にます、飛びます、間違った、読みますとなるので、ここ取るのがに、び、み、マス形は消しちゃいます。マス形の前がに、び、みになっているものはんでを使います。じゃあ最後いて、入れ、してもやっていきます。一個ずつです。書く、こぐ、貸す、書きます、こぎます、こぎますなっちゃう、
こぎますかしますちょっと汚くなっちゃった。辞書形の場合はくを取っていてなので書いてマス形はマスを消しマスの前がきの時はいてでいではここぐを取っていでこいでマス形の場合はぎマスの前がぎだといでになります。かすは最後のしてかしてマス形の場合は前がしの場合そのまま手をつけるだけ。しを取ってしてと覚えてもいいと思います。これが手になる場合、これがつてになる場合、これはんで、これはいて、いでとしてここまでは大丈夫だと思います。来てしてるを取って手。じゃあ1グループは移るが一里。どっちで覚えますか。移るを取ってつて、ぬぶむを取ってんで、くいてぐいてすして。マスケの場合は一里、にびみ、きぎし。どっちが覚えやすいですかね。覚えやすい方で覚えてください。私は辞書形が活用するにも後々便利、分かりやすく活用ができやすいので辞書形をおすすめします。手形の作り方やりましたが、手形はどういう時に使うのかを話しておきたいと思います。手形自体は動詞の活用であって意味はないです。手形自体には意味はないです。ただ手形が他の単語と結びついて意味を持ってきます。手形は動詞の活用の一つです。なんですが日本人は手形がとても大好きです。もうしょっちゅう手形が出てきます。手形の文でいうと手形にはどんな文があるのか、こちらにたくさんあるので載せておきます。何々て熱があって起きれません。熱があって手ください、聞いてください、見てください。手から説明書を読んでから使います。何々てもいい。今お弁当を食べてもいいですか。食べてもいいですか。手はいけない。ここにゴミを捨ててはいけません。捨ててはいけません。何々てしまう。あのお菓子はもう全部食べてしまいました。何々ておく。ホテルの予約をしておきます。何々て見る。靴を買う前に履いてみます。何々てある。鍵は机の上に置いてあります。何々て来る。暑くなってきましたね。何々て行く。子供はどんどん大きくなっていくよ。何々ている。
今音楽を聴いています。聴いています。手あげる。マヤさんに漢字を教えてあげました。教えてあげました。泣い泣いてもらう。父に宿題を手伝ってもらいました。泣い泣いてくれる。太郎さんが料理を作ってくれます。作ってくれます。今挙げたのはほんの一部です。まあなんと手を使う部分が多いこと。本当に日本人は手が好きです。今挙げた使い方については今後の動画で例文を入れながらやっていきます。それでは最後に練習を少ししておきたいと思います。これは消します。手形を作る練習をしていきたいと思います。まず辞書形を書きます。辞書形の動詞を書いてみました。まずグループは何グループなのか。手形ここグループ手形、はい、何グループなのかというのと手形を考えてみましょう。まず行く。一緒に考えてくださいね。ぼーっと眺めてたらダメですよ。一緒に考えてください。まずは行く。く、行く。かきくのく。内形は行かない。1グループ。待つは立ちつつ。内形にすると待たない。1グループ。来るは来るするの3グループ。開けるは最後がるだからるの前けを伸ばしてけえで終わるから2グループ。切るはるがつくからるの前きを伸ばすといで終わるから2グループ。閉めるはるで終わってますね。るの前が目を伸ばすとめで終わるから2グループ。ついてきてますか？作るはるで終わってます。るの前がくだから伸ばすとうで終わります。これは1グループですね。といで終わらないもの以外は全て1グループなので1グループです。内形にすると作らないダリルでのらになります。泳ぐガキグゲのぐなので内形にすると泳がない1グループ。借りるはるで終わってるからり伸ばすといで終わってますね。2グループ。いるはいるいと伸ばすといで終わってます。2グループ。覚えるのるの前るで終わってるのでるの前を伸ばしてみましょう。で終わります。2グループ。考えるるで終わってます。るの前を伸ばしてみましょう。考えで終わります。2グループ。じゃあこっち行きましょう。会うはあいうのう内形にすると会わないなので1グループ。呼ぶはバビブ呼ぶを内形にすると呼ばない1グループ。掃除するは掃除という単語がついてるだけでするは3グループ。来るするのする。話すさしすのす内形にすると話さない1グループ。休むのむはまみむで終わります。内形にすると休まない1グループ。降りるるで終わってるのでるの前を伸ばしてみます。りで終わります。2グループ。答えるのもるで終わってるのでるの前を伸ばしましょう。で終わります。2グループ。見るはるで終わってるのでみを伸ばしましょう。みで終わります。
2グループ。だんだん慣れてくるともっと50音を想像しなくても何グループか出てくると思います。じゃあ敵を作ってみましょう。まず最初、もう決まっているのは3グループですよね。来るは来てとするはしてだから、掃除してになります。あと簡単なのは2グループ。2グループは最後のルを取って手をつけるだけ。2グループ開けて、切るは1グループの場合と2グループの場合があります。紙を切るの切る、ハサミで切るの切るは1グループ。服を切るの切るは2グループ。2グループだと着て洋服を着ての着てです。ハサミで切るの方は切ってになります。じゃあ閉めるは2グループだから閉めて、借りる借りて、いるいて、覚える覚えて、考える考えて、あと2グループ。降りる降りて、答える答えて、見る見て。2グループはルを取って手なのですぐできると思います。じゃあ問題の1グループいきましょう。行く行くはどこに出てきたかな。行くは例外のところで出てきました。行って、まずは一番上の映るのところに出てきたので、つて、つを取ってつて、待って。作るは映るのるですね。なのでつて、作って。ぐは最後の方に出てきました。工具と一緒です。泳いで泳いで。じゃあ会う会うは最初に出てきた映るのうなので、呼ぶは真ん中に出てきたぬぶむのぶなので、んで呼んでになります。話すは一番最後に出てきたすはしてになるので、話して、すを取ってして。休むは、はい、2番目に出てきました。ぬぶむのむなので、むを取ってで、休んで。簡単でしょ。言っては例外ですが、動詞の最後の文字つてになるのは映る、つてになるのは映る、映るはつて、つては映る、映るはつて、つては映る。覚えました。そして行ってが行くが例外なので、ここ行ってだけはそのまま覚えてください。で、2段目に出てきたんでって終わるやつ、でって終わるのはむぶ。2段目で終わるのがぬぶむとむぶ。ぬはこの中にないので、でになるのはぬぶむ。ぬぶむはでになるのはぬぶむ。ぬぶむにはではぬぶむ。覚えましたね。いでいてしてぐのいですのして。手はいて、ぐはいで、すはして。
いてになるのはく、いでになるのはぐ、してになるのはす。思いましたね。この後ろのとの文字、映る、むぶむ、く、ぐ、すを、これは覚えちゃってください。これからも動詞が出るたびに練習します。文としてもやっていくし、動詞が出るたびにこれは練習しようと思いますので、自然に覚えられると思います。さっきやった例文もこれからやるので、今覚えるものではありません。少しずつやっていくうちにこれも自然に出てくるようになると思います。じゃあ今日はこの辺で。またね。